K さん、連絡ありがとうございました。中略。では、その話ですが、よく、安全と危険の区別を明確にしようとする人がいますが、私は、そんなことを考えてみても、全く意味がないと思っています。その境界線は著しく曖昧で、刻々と変化する状況によって、その色合いが絶えず変化しますから。冒険と無謀も同じですよね。冒険とは、読んで字のごとく危険を冒すことであり、成し遂げたら快挙と褒められることもありますが、失敗すれば無謀だと批判されたりします。そしてその結果をマスコミなど声の大きい体制側が褒めそやしたり批判したりと自分たちに都合よく利用するわけです。スポンサーを募って金を集めて冒険と称する計画を実施するなどは両側にそれぞれの思惑があるので、その結果の扱いも見ていて奮発者の場合が多々ありますが、我々部外者には関わりがないので冷ややかな目で見ていれば良いことですが、一方で相手が反撃もできないだろう、弱い個人や集団の場合はその計画や結果に対して批判や批評をするとき、商売上の得策と決めたら責任問題や倫理道徳や迷惑意識まで持ち出して煽り立てているのを見て、見たり読んだりしているこちらの方が恥ずかしくなることがよくあります。そしていつも問題の核心はきれいごとの決まり文句で締めくくられてしまいます。こういうのってあなたもまたかよと思ってそれでおしまい。そしてまた誰かが同じことをして、またマスコミが同じことを言う。こういうのつて見る気にも読む気にもなりません。今回は分かりやすいので山の話の前に知人の海での経験の話をします。随分と昔の話ではありますが、非常にいろいろなことを考えさせられる内容です。その友人はシーカヤックで沖縄から九州まで行く計画を立てました。まずは沖縄を十分に楽しんで、その後九州へ向けて出発したのです。そして外洋に出てしばらくした頃に彼の前に巡視船が現れたのだそうです。そしてスピーカーからの大音声で、どこへ行くのか、岸へ戻りなさいと連呼され続けたそうです。沖縄から九州までは島伝いの海の旅です。それが島から島へと渡るたびに巡視船が現れて同じことをされたのだそうです。それもだんだんと近くまで寄ってくるようになり、転覆させられるのではないかとの恐怖を感じるようになり、船の姿が見えなくなった頃合いを見て、深夜にライトを消してそっと出発をしても、翌日にはまた船が現れて同じことをされる。彼は嫌がらせと言っていましたが、そもそもそれが何で始まったのかと考えると、宿泊した宿から通報されたとしか考えられないと言ってました。自分の身勝手な個人的なチャレンジであり、何があっても助けてほしいとは思っていないので、放っておいてほしいのに責め立てられ続けるんだ、ずーっとだよと嘆いていました。彼はこんなことに税金を使わないで帰ってくれよと叫んだそうですが、何の効果もなかったそうです。結局船が伴走している状態では自分の計画がぶち壊しなので、その計画を一旦諦めるしか選択肢がなくなったそうです。近年は尖閣諸島の警備などが忙しくて、一個人の冒険まがいなどに構ってる時間はないかもしれませんが、市民からの通報があったのに対応せずに事故になってしまったらと考えると、時間を割いて税金を使ってでも向かわざるを得なかったのかもしれません。お役所にはそういう側面もあるのではないかと思います。この話を聞いていて私が思ったのは、山の場合はどうなのだろうかということです。きっと山の場合は事故の連絡が入るまで関係機関は動かないでしょう。私は動かないでよいと思っています。山に入る基本は自己責任です。規制されずに入るのですから、簡単に救助要請などせずに、まずは自分たちで克服する覚悟と術を持つべきです。ところが現実はそうはならない。安易な入山と安直な救助要請、中には県境でどちらの警察に救助要請する方が安く済むかまで計算づくで連絡する人も多いとまで言われています。自治体によって救助体制がまちまちであり、最終的に飛ぶヘリコプターが民間か警察か消防なのか自衛隊なのかで、意地悪な言い方をすればタクシー代わりのヘリコプター料金が大きく異なるわけです。かつてある有名人が、我々は税金を払っているのだからどんな救助要請も我々の権利なんだと言ってました。本当にそうでしょうか。それで良いのでしょうか。昔からストイックに育てられた私たちの考え方は、
少し違っています。何があっても絶対に死ぬんじゃないぞ。生きてるなら、動けるなら何日かかってもよいから、はってでも自力で降りてこい。ドカ雪で動けなくなったとしても簡単に救助なんか要請するな。外部への連絡ができるのなら留守本部の仲間への知らせが最優先だ。覚悟を決めて1週間でも10日でも晴れるまで埋まっていろ。会社に出られなくたって慌てて動いて事故になるよりいいだろうよ。そんな時こそそれまでに蓄えた知恵と技を生かせ。山は気合や度胸じゃないぞ。クールな総合力だ。知識と経験を総動員しサバイブして乗り切れってな感じでした。実にシンプルで厳しく聞こえますが、真意は実に真っ当で優しい気持ちです。それで正しかったと今でもつくづく思っています。中略。最近流行りのチャット GPT の文章ってなかなか面白いですよ。例えば以下のような感じです。引用開始。しかしここで大切なのは各自が自身の行動の背後にある意図と結果を理解し、それを受け入れる責任を持つことです。安全と危険、冒険と無謀の境界を自らで見極め、行動の結果に対する覚悟が重要です。私たちは他者やメディアの言葉に流されず、個々の行動がもたらす影響を深く考える必要があります。最終的には自分の信念と価値観に基づいて行動の是非を判断するべきです。こうした意識を持つことが無責任な冒険を避け、本当の意味での成長へとつながるのです。今回のテーマは、私たちが日常生活で直面する判断の中で安全と危険、冒険と無謀をどのように見極めるかという問題です。具体的には、危険を感じた時には十分な準備と対策をとる、冒険を志す時には自らの信念に基づいて行動する、そして何よりも自分自身と他人に対する影響を考慮に入れることです。これにより無謀な挑戦を避け、賢明な判断を下すことができます。自分の判断の裏には常に自責と倫理が伴わなければなりません。ここで引用終わり。チャット GPT って優等生的な文章なのでしょうが、結局は具体性が大きく欠けていて、何を言いたいのか支離滅裂ですね。私の考えは要するに、山も海も冒険でも何でも次の計画につなげるために出かけるので、無事に帰ってくることが大目標だということです。遭難という言葉も誤解の多い表現です。遭難という言葉を辞書で引くと、生命に関わるような災難に遭うことである。特に山や海において生命を失うような危険に遭遇することを言うと出てきます。ここでピンとくる人は来ますよね。まず災難という言葉に強い違和感を感じ、危険に遭遇するという言葉にも反応するはずです。そうです。それは災難なのでしょうか。登山の場合は自分が招いたどころか自ら危険に飛び込んでいったのです。家で楽しく YouTube でも見ていればよかったのにもかかわらずです。ところが好転続きであちこちで遭難騒ぎが続いていたのに、長かった好転が終わってやっとの晴れ間が訪れた際に遭難騒ぎが頻発した同じ3階のさらに困難な場所にいたにもかかわらず、何事もなかったかのように平然と下山してくるチームもあるわけです。その差を考えて次に生かしていくのに必要なのがストイックな思考です。中身はすごくシンプルなのですが、立ち向かい方がストイックでないとなかなか向上につながりません。さあ、もっともっと山をストイックに楽しみましょう。ここまで読んだり聞いたりしていただきありがとうございました。この場に転記しているものは、世の中にいろいろな考え方がある中での私一個人の経験と考え方でしかありません。こんな考えもあるのかとだけ知ってもらえたらそれで十分です。毎回確実に家に戻ってきて長く山を楽しみましょう。